皆さん、こんにちは。意外と知らない話です。今回はギリシャ神話について話していきます。ギリシャ神話って知ってる？ギリシャ神話って名前はよく聞くけど、実際どんな話なのかちゃんと説明できる人って意外と少ないですよね。ゼウスって何の神様だっけ？メデューサって髪の毛が蛇なんだよね。ペガサスって空飛ぶ馬でしょ？そう、なんとなく知ってる。けど実はめちゃくちゃ深い世界なんです。今回はそんなギリシャ神話の世界をわかりやすく、面白く、テンポよく紹介していきます。神様のドロドロ恋愛ドラマから、いや、それやばすぎでしょっていう怪物の話まで、全部まるっとお届けします。最後まで見ればあなたもギリシャ神話マスター。映画やアニメ、ゲームを見るときにも、あ、これギリシャ神話ネタだってわかるようになりますよ。ぜひぜひお付き合いください。ギリシャ神話とは？じゃあまずは基本中の基本、ギリシャ神話ってなんぞやってとこからいきましょう。ギリシャ神話とは古代ギリシャの人たちが信じていた神様や英雄たちの物語のことです。紀元前1200年頃から語り継がれていて、最初は口伝えだったんですよ。つまり昔の語り部たちが詩のようにリズムよくみんなの前で話していたんですね。それがだんだん文字になって記録されていって、今の私たちも読めるようになったというわけです。神話って言ってもただのおとぎ話じゃないんです。昔の人にとっては大真面目な歴史と信仰の物語でした。雷が鳴るのはゼウスが怒ってるから、地震が起きたのはポセイドンのせいって本気で思ってたわけです。だから神話を知るってことは古代ギリシャ人の考え方や世界の捉え方を知ることにもなるんですよね。それにしてもギリシャ神話の神様たちって結構人間臭い。すぐ怒るし、嫉妬するし、浮気するし、喧嘩ばっかり。本当に神様かよって突っ込みたくなることも多々あります。でもだからこそ面白いし、現代の人間ドラマに通じる部分もあるんです。ギリシャ神話の世界の始まりでは、いよいよ神話の始まりの物語に入っていきましょう。ギリシャ神話の世界はカオスから始まります。カオスっていうのは混沌って意味で、もう何もかもがぐちゃぐちゃで上下もない、色もない、光もない、そんな真っ暗な世界。その中から最初に生まれたのがガイア。そう、大地の女神です。続いてタルタロス、深い奈落、エレボス、暗闇、ニュクス、夜などが次々と登場します。でもこのガイアさん、いきなり一人で子供を産み始めます。なんと相手もいないのに天の神ウラノスをポンと生み出しちゃうんです。強い。このウラノスが後の大問題児になるんですけど、まあそれは後ほど。ガイアとウラノスは夫婦になり、たくさんの子供を作ります。ここで生まれてきたのがティターン神族っていう巨大な神々たち。そしてその下の世代にあたるのが一つ目の巨人サイクロクスや100本の腕と50の頭を持つヘカトンテイルなどなど、めっちゃカオスな連中です。ところがウラノスは自分の子供たちの姿があまりにグロテスクだったのか、なんとお前らキモいからもう一回お腹に戻れってガイアの体内に押し戻しちゃうんですよ。最低すぎん？それにブチ切れたのが母であるガイア。彼女は子供たちにこう言います。誰かこのクズ親父をやっつけてちょうだい。しかし怖がって誰も動かない。そんな中で一人だけ末っ子のクロノスが立ち上がります。このクロノスこそ後の時の神としても知られる重要キャラです。
あここからギリシャ神話の壮絶な親子バトルが幕を開けます。超有名ギリシャ神話の神様5選。今回のショーではギリシャ神話の中でも特に有名でストーリーに欠かせない存在となっている神様たちをドーンと5柱分かりやすく紹介していきます。さあそれでは行ってみましょう。ゼウス、天空の支配者であり神々のトップ。ギリシャ神話の主人公といえば何といってもこの人、いやこの神、ゼウスです。ゼウスはギリシャ神話に登場する神々の中でも一番のボス、いわば神の中の神ってやつです。天空を支配する神様で雷を操ることができるんです。手に持ってるのはサイクロクス、一つ目の巨人たちからもらった雷霆という最強の武器、いわゆる雷の槍ですね。めちゃくちゃ強いです。バリバリバリーで怒ると雷をドカンと落としてきます。まさに天罰。性格としては正義感が強くて公平なジャッジを下すこともあるんですが、一方でとんでもない女好きとしても有名です。とにかく美人を見ると見境がない。しかも自分の姿を変えて近づくという執念。白鳥になったり黄金の雨になったり牛になったり、もうやりたい放題です。そして次々と子供を作ってしまうという、もう神話界のモテモテクズ王と言っても過言ではないかもしれません。でもそんなゼウスだからこそいろんな物語が生まれていくんですよね。神話の世界をぐいぐい引っ張っていく、そんな主人公的な存在です。ヘラ、ゼウスの正妻で嫉妬の化身。続いて紹介するのはゼウスの姉にして正式な奥さん、ヘラです。結婚の女神であり女性の守護神でもある彼女。その美しさと気品は神々の中でも随一とされてます。でもゼウスの浮気癖にはもううんざり。そりゃそうですよね。毎度毎度ゼウスが人間界や天界の美女にちょっかいを出して勝手に子供まで作って帰ってくる。それをずっと耐え続ける奥さんとかマジで地獄です。でどうなるかというと、怒りの矛先は浮気相手やその子供たちに向かうんです。怖い、本当に怖い。ギリシャ神話の中ではヘラの嫉妬によって悲劇に巻き込まれた人がめちゃくちゃたくさんいます。でも一方で結婚を大切にする人にはとっても優しく祝福をくれる神様なんです。そのギャップがまた魅力なんですよね。ポセイドン、海の王で地震も起こすパワフル兄貴。ゼウスの兄で海を司る神様、それがポセイドンです。神々の中では3兄弟のうちの1人で、ゼウスが天空、ポセイドンが海、そして冥界はハデスが担当しています。ポセイドンの持ち物といえばトライデント、三つ股の槍。これで海を割ったり津波を起こしたり地面をドーンと揺らして地震を起こしたりします。完全に災害の原因そのもの。ちなみにローマ神話ではネプチューンって名前で登場します。性格はというと短気で乱暴、神様界の暴れん坊将軍って感じです。でもその反面、人間に都市や港を与えたり船乗りを守ったりと頼れる海の神でもあります。パワー系神様の代表格です。アテナ、知恵と戦略の女神、戦場の女指揮官。アテナはゼウスの娘だけど、その生まれ方が超独特。ある日ゼウスが頭痛に苦しみます。おお、頭が割れる、と悶絶で、他の神様たちが頭かち割ってみようぜとアドバイス。そしてガツンと頭を割ったら、中からピッカピカの鎧をまとった女性が出てきたんです。それがアテナ。
マジで意味わからん誕生エピソードです。でもその訳、特別感がすごい。アテナは知恵と戦略、そして正義の女神として活躍します。戦争の神ではあるけど、アレスみたいな野蛮な戦争じゃなく、知的で冷静な戦略型、考えて勝つタイプの神様です。正義感も強く、真面目でまっすぐな性格なので、女性人気も高いです。アポロン、イケメン万能神、芸術も予言もお任せ。最後はアポロン。この神様、めちゃくちゃハイスペックです。まず、見た目がイケメン。そして、音楽、詩、予言、医療、太陽の運行までこなす、まさに万能型。ギリシャ神話界のアイドル的存在です。彼の武器は弓。そして、リラ、琴を奏でる姿は芸術の象徴とされてます。性格はというと、ちょっとナルシスト。恋を浮き神でもあり、数々の非恋エピソードを持っています。中でも有名なのがダフネとの話。アポロンが追いかけた結果、ダフネは月桂樹の木に変身してしまったという悲しい恋の話ですね。この話からアポロンのシンボルが月桂冠になったわけです。ここまでが超有名な神様5選でした。神様たちがそれぞれ個性豊かで、まるで現代のドラマを見てるかのようですよね。この後は人間の始まりとはの章に進んでいきます。人間の始まりとは、神様たちの世界が賑やかになってきたところで、次は人間についてのお話です。そもそもギリシャ神話において人間ってどうやって誕生したの？って気になりますよね。これがまた神様以上にカオスなエピソードだったりするんです。プロメテウスが人間を作った？まずギリシャ神話の中では人間を作ったのはプロメテウスって話が有名です。プロメテウスというのはティターン神族の一員で、知恵に長けた神様です。で、このプロメテウス、なんと粘土で人間をこねて作ったって言われてるんですね。完全に陶芸です。もはや芸術。しかも作っただけじゃなく、アテナの力を借りて命を吹き込んでもらったっていうから、チームワークもバッチリ。こうして最初の人間たちが生まれました。でもここで問題発生。神様たち、あんまり人間に力を与えたくなかったんです。人間ってすぐ調子乗るからなって。その結果、人間たちは火を持つことを禁じられました。でもさ、火がなきゃ料理もできないし、暖も取れないし、明かりもないし、完全に原始人以下。そこで我らがプロメテウスが立ち上がります。人間かわいそうすぎん、火くらいあってよくね。ってことで、なんと彼は天界の火を盗んで地上の人間たちにプレゼントしちゃいます。これがもう大事件。ゼウス大激怒。おいプロメテウス、てめえなんかってなことしてんだ。でどうなるかというと、神罰その1、プロメテウス地獄の刑。ゼウスが下した罰、それはプロメテウスを山に縛り付けて毎日ワシに肝臓を食わせる刑。はい、えげつない。もう聞いただけでゾッとします。しかもプロメテウスは不死の存在なので死なないんです。だから毎日毎日肝臓が食われては再生してまた食われる無限地獄です。神様って怒るとマジで怖い。これが人間の味方をした神様に対する第一の罰でした。でもゼウスの怒りはそれだけじゃ収まらないんです。神罰その2、人類に女という罰を与える。次にゼウスがやったのは人間に対しての罰を考えること。その内容がこれです。よし、完璧な女を作って人間界に送り込もう。
なんとゼウスは女性そのものを人間に対する罰として送りつけるんです。女性イコール罰って今の時代だったら確実に炎上するやつです。でも当時の神話ではこれが結構本気で語られてたんですよ。こうして生まれたのがあの有名なパンドラ。パンドラの誕生と例の都合。パンドラは神々によって作られた超絶美人。もう見る人みんながかわいいってなるレベル。しかもただの美女じゃありません。あらゆる才能を与えられてます。歌もうまいし、手先も器用、話もうまい。完璧すぎる。で、ゼウスはそのパンドラをプロメテウスの弟であるエピメテウスのもとへ送り込みます。さらに絶対に開けてはいけない壺または箱を一緒に持たせて。もうこの時点でフラグビンビンですよね。パンドラはエピメテウスと一緒に暮らし始めるんですが、やっぱり気になる。この壺何が入ってるんだろう。ダメって言われたけどちょっとだけ。その結果どうなるか。はい、開けちゃいました。その瞬間、壺の中から病気、災い、嫉妬、怒り、苦しみ、ありとあらゆる人間の不幸が飛び出してしまいます。そう、これがパンドラの箱伝説です。ちなみに本来は壺なんですけど、時代を経て箱に変化したって言われてます。で、全部飛び出し終わった後、壺の底に残っていたものが一つ。それが希望。そう、唯一人間たちが持ち続けることができたものが希望だったんです。つまり人間はどんなに苦しんでもどんなに不幸でも希望さえあれば生きていけるっていう深いメッセージが込められているんですね。師匠はいよいよ大人気英雄、怪力や知性を兼ね備えたハーフの神英雄ヘラクレスのパートに突入します。怪力や知性を兼ね備えたハーフの神英雄ヘラクレス。ここからはギリシャ神話の中でも特に人気の高い英雄ヘラクレスについてたっぷり語っていきます。この人、いや神、本当にすごいんです。ギリシャ神話に出てくる英雄の中でもダントツの知名度とインパクトを誇る存在。名前は聞いたことあるけどどんな人だったかちゃんと知ってますか？今回のショーを見ればヘラクレスのことをバッチリ語れるようになります。早速行ってみましょう。ゼウスの浮気から生まれた？まず前提としてヘラクレスって半信半人なんです。つまり神様と人間のハーフで、その父親がまたもやゼウス。はい、出ました。また浮気してる。しかも今回は人間の女性アルクメネに手を出してます。もちろんアルクメネさんには夫がいます。でもゼウスはなんとその夫に化けて近づいたんです。それ犯罪では。まあ神様だから許されたのかもしれないけど現代ならアウト案件です。で、その結果生まれたのがヘラクレス。生まれながらにして神の力を引き継いだスーパー赤ちゃんってわけです。赤ん坊なのに毒蛇を撃退。さてヘラクレスが赤ちゃんだった頃のお話。ある日彼のベッドに2匹の毒蛇が忍び込んできます。犯人はもちろんゼウスの正妻ヘラです。浮気相手の子なんか許せるかとばかりに毒蛇を送り込んできたんです。でもここで驚きの展開。赤ちゃんヘラクレス全くビビらない。むしろにっこり笑って毒蛇を両手でグイッと掴んで見事に2匹の蛇を絞め殺してしまいました。もうね、
この時点でただものじゃない感がすごい。このエピソード、ギリシャ神話ファンの間では定番中の定番です。成長してもトラブル続き。その後もヘラクレスの人生は波乱万丈。大人になってからもヘラの恨みは続きます。で、ある日、彼はヘラの呪いによって一時的に狂ってしまうんです。そのせいで、なんと自分の妻と子供たちを自らの手で殺してしまいます。うわ、これは辛すぎる。呪いが解けた後、ヘラクレスは全てを思い出して大ショック。絶望の中で自分の罪を償いたいと神託を受けに行きます。そこで言い渡されたのが、あの有名な12の興行だったんです。ヘラクレスの12の興行って何？じゃあ、12の興行って何なのかって話ですが、簡単に言えば神様から与えられた超絶難しい課題の数々です。それを全部達成することで罪を清めるというわけ。ちなみにこの課題を出してきたのはミケーネの王エウリュステウス。この王様ヘラの味方だったのでヘラクレスにめっちゃ嫌がらせしてきます。課題はどれもむちゃくちゃで、普通の人間なら確実に死ぬようなものばかり。でもヘラクレスはそれを一つ一つクリアしていくんです。しかも力だけじゃなく知恵や工夫を使って乗り越えるのがかっこいいんですよね。代表的な興行を3つ紹介。では12の中から特に有名な3つを紹介します。1、ネメアの獅子を倒せ。ネメアという土地に人間の武器が一切効かない怪物のライオンがいました。このライオン、体の毛が鋼鉄のように硬く、刃物も通らないというチートしよう。普通なら罪です。でもヘラクレスはどうしたかというと、なら素手で行くかとライオンの首を絞めて窒息死させたんです。パワープレイが過ぎる。その後倒したライオンの皮を剥いで自分の鎧として使うという無双スタイル。これはもう RPG のボス戦か何かですかって感じですね。2、ベルネのヒュドラを退治せよ。次に向かったのは沼地に住むヒュドラ。これは頭が9つもある毒蛇の怪物で、切っても切っても頭が2つに増えるというとんでもない再生能力の持ち主。マリオでいうとこのクッパがゾンビ化してるくらいの強さ。そこでヘラクレスは甥っ子のヨーラオスとコンビを組み、ヒュドラの首を切った後すぐに火で焼いて再生を止めるという作戦を実行。見事に成功します。そして最後の不死の頭は巨大な岩で押しつぶして封印。勝ち方までスマートなのがヘラクレスの魅力です。3、アウゲイアスの家畜小屋を掃除せよ。はい、ここで急に日常的な課題が出てきます。アウゲイアス王の家畜小屋を掃除しろって掃除って思うでしょ。でもこの小屋30年間一度も掃除されてなくて、うんちの山が大変なことに。人力でやったら100人いても無理です。そこでヘラクレスはひらめきます。近くの川の流れを変えて水で一気に洗い流せばいいじゃん。その発想力で1日で掃除を終えてしまうんです。いやもう知力もすごい。師匠はペルセウスとメデューサの逸話になります。では続いての章に進んでいきましょう。ペルセウスとメデューサの逸話。さあここからはギリシャ神話に登場するもう一人の超有名ヒーローペルセウスの物語に入っていきます。名前を聞いたことがある人も多いはず。でもメデューサを倒した人だったっけくらいで止まってる人多いと思います。でも実はこの人ヘラクレスにも引けを取らないめちゃくちゃかっこいいエピソードの持ち主なんです。というわ
わけで今回はペルセウスの誕生からメデューサ退治、そしてその後の活躍までをがっつり紹介していきます。またしてもゼウス案件、ペルセウス誕生。まずこの物語の始まりもやっぱりゼウス絡みです。さすがギリシャ神話界のトラブルメーカー。今回ゼウスが目をつけたのはダナエという美しい人間の王女でした。ダナエの父親アルゴスの王アクリシオスはある日自分の孫に殺されるという予言を受けてしまいます。その予言をめちゃくちゃ恐れた王様は、じゃあ娘が子供を産まなきゃいいじゃんという結論に達します。ということでダナエを頑丈な塔の中に閉じ込めてしまいます。外界と完全に隔離してしまえば男と接触できないし子供もできないだろうと考えたわけですね。ところがどっこい、ゼウスここでも無茶をします。なんと黄金の雨に姿を変えてその塔の小さな隙間から中に侵入。そしてダナエと一夜を過ごしてしまいます。いや、どういう物理現象？神様、何でもありすぎるでしょう。で、その結果生まれたのがそう、ペルセウスです。赤ちゃんペルセウス、いきなり命を狙われる。さて、ペルセウスが生まれました。すると困ったのはやっぱりおじいちゃん。予言の通り孫が生まれちまった。これはいかん。殺さなきゃ。でも直接殺すのはちょっと怖い。ということで赤ん坊のペルセウスとダナエを大きな木箱に入れて海へ流してしまいます。うわ、最低。神話あるあるとはいえなかなかえげつない仕打ちです。でもそこは神話パワー。2人は奇跡的に小さな島セリポス島に流れ着きます。そしてその島で漁師に助けられて平和に暮らし始めるんです。しばらくの間はね、島の王様がダナエに横連棒。ところがその島にはポリュデクテスという王様がいまして、この王様ダナエに一目惚れしちゃうんです。美しすぎる。何としても俺のものにしたい。で、邪魔になるのがペルセウス。自分の母親を守ってる若い息子がいたらそりゃ邪魔です。そこでポリュデクテス王こんな無茶なことを言い出します。ペルセウスよ、お前俺にプレゼント持ってきてくれや。何を？そうだな、メデューサの首がいいな。はあ？メデューサってどんな怪物？ここで登場するのが超有名怪物メデューサ。知ってますよね。髪の毛が全部ヘビ、目を見た者は即石化、逃げ道なしのチートモンスター。ちなみにメデューサはもともと普通の人間の女性だったんです。しかも超絶美人。でもポセイドンが無理やり手を出してしまって、それが起こった場所がアテナの神殿だったもんだからアテナが大激怒。私の神殿で何しとんじゃい。なぜか被害者であるメデューサの方に罰が下ります。理不尽。アテナはメデューサの無謀を奪い彼女を怪物に変えてしまいます。それがゴルゴン三姉妹の一人メデューサ。ちなみに他の2人の姉妹は不死身なんですが、メデューサだけが死ぬことができます。つまり退治するならメデューサ一択というわけです。神々が本気サポート、ペルセウス出陣。さてさて、無理芸感満載のメデューサの首を取ってこいミッション。でもここで神々が味方してくれます。まずアテナが鏡のような盾をプレゼント。これメデューサの姿を直接見ないで済むようにするためのアイテム。次にヘルメスが飛行サンダル、魔法の剣、透明マントなどなど豪華装備を一式くれます。完全に RPG の最終装備。もうこの時点でペルセウス
シートキャラです。で、ペルセウスは空飛ぶサンダルでゴルゴンの住みかへゴー。メデューサはその時寝てました。ラッキー。ペルセウスは鏡の盾で姿を確認しながら背後からこっそり近づきます。そして一撃で首をスパッと。大成功です。首を切ったらペガサスが出てきた。ここでまた面白い展開。なんとメデューサの首を切った瞬間、彼女の血からペガサスが誕生します。そう、あの翼のある白馬。ペガサスもギリシャ神話界では超有名キャラです。この後ペルセウスはこのペガサスに乗って空を自由に飛び回るようになるんです。もう完全に主人公感すごい。アンドロメダとの出会いと王様への復讐。メデューサの首を手に入れたペルセウス、ペガサスにまたがり意気揚々と故郷に戻ろうとします。ところがその途中でもう一つの大事件に巻き込まれるんです。それがアンドロメダとの出会いです。海辺で鎖につながれた美女。ペルセウスがエチオピアの近くを飛んでいた時のこと。海辺に何やら美しい女性が鎖につながれて立っているのを見つけます。めっちゃ遠くからでもわかるレベルで美人。そして明らかにピンチな状況。ペルセウス、あれ助けなきゃじゃない？通りで話を聞いてみると、その女性の名前はアンドロメダ。彼女は王女で、母親がちょっとしたうっかり自慢をやらかしたせいでとんでもない罰を受けてる真っ最中だったんです。アンドロメダが生贄になった理由とは？実はアンドロメダの母カッシオペアはこう言ってしまったんです。私の娘、海の精霊ネレイデスよりも美しいわ。言っちゃダメなやつ。これを聞いて怒ったのが海の神ポセイドン。うちのネレイデスに喧嘩売ったな。ということで海から怪物ケイトスを送り込んで土を破壊し始めます。許してやるから誰か生贄を差し出せってことになり、白羽の矢が立ったのがアンドロメダというわけです。理不尽の極み。でもそこへ現れたのが我らがヒーローペルセウス。怪物ケイトスを撃退。状況を聞いたペルセウスはこう言います。俺がその怪物を倒したらアンドロメダを嫁にもらっていい？王様、もちろん倒してくれたら万々歳だよ。ということで契約成立で、怪物ケイトスが海からスパーッと登場。ペルセウスは空を飛びながら華麗な攻撃を繰り出します。なんとここでメデューサの国再登場。石化能力ここで大活躍。ケイトスにメデューサの首を見せてアイストーン化。バッチリ撃退に成功です。こうしてアンドロメダは助かり、ペルセウスと結婚することになります。そして帰還、王様に復讐開始。ペルセウスは新妻アンドロメダと共に故郷セリポス島へ帰還しますが、そこにはまだポリュデクテス王がいました。しかもダナエ、ペルセウスの母に無理やり結婚を迫っていたり嫌がらせしていたり、完全に許すまじです。ということでペルセウスは城へ乗り込みこう言います。俺メデューサの首ちゃんと取ってきたよ。そして取り出した首を王様に見せます。はい、石化。王様はもちろん周りにいた取り巻きもみんなカッチカチに固まってしまいました。完全勝利です。その後ペルセウスは母を助け、島の新しい統治者として平和な時代を築いていきます。ちーちゃんとの再会、そして予言の成就。さて話はここでちょっと切ない方向へ。ペルセウスは自分を海へ流した理
辺境であるおじいちゃんアクリシオス王のことを思い出します。許せないけど会いたいって運命って面白いもので、ある日ペルセウスが参加した円盤投げ大会で投げた円盤がなんと観客席へ飛んでいき、たまたまそこにいたアクリシオス王に当たって死亡。結果的に予言通り孫に殺されるという結末を迎えてしまったんです。誰も悪くないのに運命って残酷ですね。さあ、ここまででゼウスの浮気から生まれた英雄たちを中心に紹介してきましたが、いよいよ物語はクライマックスへ。次の章はいよいよまとめギリシャ神話の世界を振り返ってをお届けしていきます。まとめギリシャ神話の世界を振り返って。いや、ここまで本当にお疲れ様でした。ギリシャ神話の世界、想像以上にボリューミーだったと思います。でもその分魅力もめちゃくちゃ詰まってましたよね。では最後にこれまで紹介してきた内容を振り返りながらざっくりまとめていきます。ギリシャ神話ってどんな世界？まずギリシャ神話の世界観。一言で言えば神様と人間がめちゃくちゃ近い世界です。神様が人間に恋したり、怒って災いを起こしたり、子供を作ったり、その中で人間は必死に生きて時に英雄となり神に近づこうとする、そんな壮大な物語がギリシャ神話なんですよね。しかも神様たちは完璧な存在ではなくて、怒るし浮気するし嫉妬もする。でもだからこそ私たちが感情移入しやすいんです。登場した神様たちを振り返り、今回紹介した超有名な神様5選覚えてますか？天空の王様であり雷の神ゼウス、正妻として嫉妬深くも誇り高いヘラ、海と地震の神でパワフル兄貴ポセイドン、知恵と戦略の女神アテナ、芸術も予言もこなすイケメン万能神アポロン。どの神様もそれぞれの分野を支配しながらギリシャ神話の中で重要なポジションを持ってます。その性格や行動パターンを知っておくだけでも他の神話エピソードがぐっと楽しくなるんです。英雄たちの活躍が熱すぎた。そしてゼウスの浮気の結果生まれてきたハーフの神たち、すごかったですよね。怪力と知恵を兼ね備えた最強の英雄ヘラクレス、地位とアイテムを駆使して戦ったイケメンペルセウス。この2人の冒険譚はただのバトルものじゃないんです。戦いの中には人間の苦しみ、家族の絆、呪いと贖罪、知恵と勇気、そういっためちゃくちゃ人間臭いテーマが詰まってましたよね。だからこそ何千年も経った今でもたくさんの人の心を動かすんだと思います。人間の誕生とパンドラの希望、そして忘れちゃいけないのが人間はどう生まれたかっていう話。プロメテウスが粘土でこねてアテナが命を吹き込み、でも火を与えたことでゼウスが怒ってプロメテウスはわしに肝臓を食べられる無限ループ地獄へ。その後神々によって作られた美女パンドラが人間界に送り込まれて禁断の壺を開けてしまう。その壺から出てきたのは病気や嫉妬、苦しみ。でも最後に残ったのはたった一つの希望。この話めちゃくちゃ深いですよね。どれだけ辛いことがあっても希望があれば人は生きていける。ギリシャ神話が語り継がれる理由、こういうところにあるのかもしれません。神話は娯楽じゃなかった？ちなみにギリシャ神話、当時の人たちはファンタジーだとは思ってなかったんです。マジであった話だと考えていました。それもそのはず。天災が起きた時、災いが降りかかった時、人間ではどうしようもない出来事が起こった時、
それを神様のせいだと説明するための物語だったんです。つまり神話は生きるために必要な物語だったんですね。だからこそ何千年経った今でも残っていて、今でもこうやって僕たちが楽しめるわけです。これからギリシャ神話をもっと楽しむために、ここまで見てくれたあなたはもうギリシャ神話初級マスターです。これから映画やアニメ、ゲームを見たとき、このキャラゼウスが元ネタっぽいとか、この話ヘラクレスの興行じゃんとか気づけることがたくさんあるはずです。神話の知識があると作品の深さがぐっと変わりますよ。しかもギリシャ神話って今回紹介した話はほんの一部。まだまだイカロスの墜落、オルフェウスとエウリュディケの悲恋、アキレスとトロイ戦争、ミノタウロスと迷宮の物語などなど、めちゃくちゃ魅力的な話が山ほどあります。興味が湧いたらぜひ自分でもいろいろ調べてみてくださいね。最後に、ここまでたっぷりギリシャ神話の世界を旅してきました。怒ったり笑ったり切なくなったり、やっぱり神話って面白い。こんなにも長い年月を超えて語り継がれてるってことは、それだけ人間の本質に刺さるものがあるってことなんですよね。ぜひ今回の動画をきっかけに神話の世界にもっともっとハマっていってもらえたら嬉しいです。それでは今回はここまで。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。もし少しでも面白かったとか分かりやすかったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこんな神様も紹介してほしい、この英雄の話も知りたい、そんなリクエストがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。